ちゃ怖いんだけど怖いよね怖い180度変わるから。こんにちは。こんにちは、お花のロリアです。今日はスペシャルゲストのケンです。ケンです。よろしくお願いします。お願いします。今日は話したいトピックは一人旅っていうのは何ですか？一人旅は何ですか？何ですか？一人旅の定義を答えるの？はい、お願いします。一人でまあ旅行とかすることかな。で、それは経験したことありますと。はい、ポーランドっていう国で1年間一人で13都市くらい回って、でそこから半年イギリスとかドイツとかすごい、回ってましたね。そう、13都市結構回ってるね。ダリアよりも回ってるかもしれない。うわー、確かに。私も実は日本で一人旅したことあって、一人旅はなんでしようと思ったの？シンプル友達がいなかったからです。寂しい。やっぱり一人で行った方が、自分を成長できる、もう何でも言語においても、メンタルにおいても、やっぱ日本人とかと一緒に行くと、その子に依存してしまうというか、いや、そうだよね。そう冒険できなくなるから、一人旅がベストです。困った時に、Google マップとか頼らずに、じゃあ現地の人に聞こうかとか、そういうこともできるやん。そうだね、現地の人とコミュニケーション取ったりできるもんね。またしたいと思う？いや、もちろんもうすぐポーランドに行きたい。留学はしたことある？留学は大学1回生の時に、カナダバンクーバーに1ヶ月ああ、そうなんだ。行ってた。比べたりするのってできる？数学か一人旅っていうのを、なんかどっちが自分成長したとか、どっちが勉強になったとか、いい経験になったっていうのはある？いや難しいな。やっぱ言語とか英語勉強しに行こうとか言うなら、留学の方が絶対にいいし、だってもう学校で喋れる場所があるわけやから、そうだね。一人旅やったらもう結局自分の勉強やから自分で勉強しなあかんから、一人暮らしとか、じゃあ旅行の予定立てたり、その手配を、もうポーランド語やん、分からへんやん。それを自分なりに Google 翻訳通してみたいな、そうね、こういう手間暇かけてやるっていうことやめっちゃ意味があるかなと思うけど、どうなんダリアは？でも私特に一人旅をおすすめしたいと思ってる。なんかその留学ってさ、一般的に留学行こうって最近日本でもなってるから、でも一人旅はなかなかいないじゃん。確かにね。一人旅しようって思ったきっかけとしては、Facebook グループに女子の一人旅みたいなタイトルのグループがあったの。でそこに入ってみたら、女性で一人で世界を回ってるっていう人も何人かいて、楽しそうな写真とか投稿してて、めっちゃいいなと思って。でやっぱりその人たちも書いてたのは、友達と行くと依存しちゃうし、あと全然現地の人とも話せないっていうの問題もあって、で結局文化でそこまでね詳しくならないし、理解できるためにはすごく貴重なね経験だと思う。だからみんなやってほしいな。ケンはそのポーランドについてどう思ったの？到着してどう思った？どんな気持ちだった？めちゃくちゃ住みやすい国だと思う。本当？どういうところが住みやすいと思う？もう治安がマジでいい。治安がいい。全然治安日本と変わらんくらいいいんちゃう？なんか私もそれ正直思ってるよ。すごくヨーロッパの中では結構治安いいなと思ってて、パリとかさ、留学してたバルセロナとかもすごく治安悪くて、聞くわよく。なんかさ、スリとかいるし、でもポーランド全然本当になくて。マジない。そういうのあったな。ほんまに見たこともなければ経験したこともちろんないけど、でもたまにマクドナルドでなんかちょっと作業してたら、ホームレスの人がわざわざマクドナルド入ってきて金をこう言ってくるっていうか、これはなかったなって日本で。そうだね。日本そもそもあんまりいないもんね。ホームレスね。見ないね。確かに、英語通じるし、治安いいし、で飯も普通にうまいし。美味しかった？もっと食べたいもん。もちろんピエロギ、ビゴス、プラチキチャネ、プラチキチャネ。あ、でもすごい。そう。でお酒もめっちゃ種類あるから。あ、お酒ね。そう、酒好きとかはめっちゃいいかなと思うけど。おすすめ。お酒はどんなの飲んでみたの？ポーランドで。ピーボー。なんか普通にコンビニとかさ、スーパー行っても瓶のやつがバー並んでるやん。そうね。種類がたくさんある。そう。あんな日本種類ないし、しかも瓶で飲めるのがめっちゃなんか俺は好き。そっか楽しいよね。なんか確かに日本ないっけ？ない。みんなそのあるけど缶がもう主流。そっか。そうなんだ。オッカー試した？オッカーもちろん飲んだよ。ポーランド人の人の家行ってすげえなんか対決とかやって飲んで買った？あ、そうだ、ポーランド人に？すごいじゃん。日本ってチューハイがあるやん。そうね。フルーツのなんかあれがないよな。
ポーランドって。ないね。そうだね。でもビールのさ甘いやつがあるから。ああ確かにな。あれ飲んだことある？あるあるある。なんかでもビールがメインとなってそっからフルーティーな味みたいな。そうねそうね。でも日本はビールって言ったらもうビール、うん、あれザビール。ザビール。そうね。確かにそれも違うね。そうそうそうえでもどう思った？それあれ飲んでみた？なんかラズベリービールとかね。飲んだ有名だけど。うん、めっちゃうまかった。あ、本当？うん、ビールは 1,2 杯で俺よくて、そっから中杯やねん。でもポーランドやったらもうビールあビールでたまにウォッカとかやからたまにウォッカ入るのポーランドその一人旅の時は、うんこの時は楽しかったっていうのはなんかある？一番楽しかったことうんどっか店入ったり、うんうんどっか観光地の時にうん写真撮ってくださいとか、うんうんそういうとこから会話広がることがあって、あそう自分が想定しなかったとこから、ーうんうんなんか会話が生まれる、現地の人と喋れるみたいなのはうんめっちゃ良かったし、あとエアビーとかさ、うんうんエアビーって多分日本であんま主流じゃないけど、うんうんエアビーとかで泊まったそのオーナーさん、うんうんその家のオーナーさんが年寄りのポーランド人うんうんうんだから英語はあんま喋れへんねんけど、うんなんか日本人って言ったらあ日本人なんやみたいなヤポニャやっぱ親日みたいなだったそういう感じで、うんそういう時になんか俺がポーランド語喋れへんから、うんうんすごいポーランド喋りたいって思ったけど、そうねなんか優しい人めっちゃいる。クリスマスもポーランド？ポーランド、何してたの？教会行った教会行った？地元の何やってほんま地元の教会で、うんただみんなこう合唱うん歌ってやって、ん日本人の中の一人だけ日本人やからめっちゃ見られたけどそうだよね。なんで教会行こうと思ったの？やっぱその文化ちょっとそう気になるみたいな。みんな行くって言ったやん。ニューイヤーとかもさ、うんうん日本やったらうんうんこう神社行ってうんな3日おめでとうとか感じやん。うんうんうん向こう花火バンバン上がってたから何してた？パーティー？パーティーやなで見に行って、花火ってだって日本やったら夏っていうイメージだけど、うんうん向こういやねうるせえと思って、だって普通にこのさ、うん人の身長の高さでさ、うんなんかダイナマイトみたいなさバーンっていやーやったりするやん。ねそう個人でやるからめっちゃ怖いねんけどそう怖いよね怖いよね日本人はもう静かにこれやから。でも私ちょっと寂しかったやっぱ日本で、えまあ、やっぱりみんなこう家族と過ごしてね、うん素敵だと思うけどでもちょっと逆やったんやパーティーしたいなーと思って、日本のクリスマスはカップルやん、うんうんうんでポーランドはクリスマスが家族で、うん正月が友達とそうかでやん。逆だもんね俺もその時彼女いんかったから、うん結構一人でクリスマスをいたんやけど、その時めっちゃポーランド人に、うんなんか YouTube のコメントとかで「何してんの私んち来なさいよ」とか、じゃなんかなんで一人なみたいな、一人っていうことにめっちゃ驚かれた。なんかそんな一人でいることがおかしいんかなと思って、クリスマスなんかそうね、いやークリスマスは一番寂しいかも、まあお正月全然一人でもいいんだけどクリスマス一人で過ごしてるうん友達とかいたら悲しいと思う。普通に家誘うよ。もともとポーランドではなんかそのテーブルお皿をこう準備するじゃん。うん、でその家族例えば5人いるってしても6人分を準備するの。なんか余分にね一人ですね、あそう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 。聞いたわ。だからそういう文化もあるし、全然ホームレスの人とかでもお金とか大変な人全然いつでも起きてくださいみたいな、そういう考え方しましょうってのがもともと昔からあって、お皿をもう一個準備しようっていうのもあって、呼びたいの誰か一人とかで過ごしてたら、呼んで欲しかったな、俺も。クリスマスあと正月を一人で過ごしてたポーランドでの映像 YouTube で上げてるから、ぜひいろいろ YouTube もチェックしてみてくださいね。ぜひ海外に興味ある人はな、これ見て勇気もらえるかもしれんから、こんな一人でも頑張ってたんだぞっていうのを証やからね。そういうのね伝えたいよ本当に。自分の弱さをね乗り越えてちょっとでも頑張ってみようって思ったら、もしかしたらねたくさんいいことあるかもしれないし、絶対もう180度変わるから、行く前と行った後やったら考え方も価値観とかも変わるから。価値観変わったの？どんな風に？やっぱ日本人は結構、東京とか都会の人めっちゃ行き急いでる感がある。もう歩くの早いわ、もう電車とかもバーってもうパック状態やし、ポーランドでもやっぱ仕事よりも家族優先しようみたいな考え方があって、あるね。マジ時間の流れがゆっくりやから、なんかこのまま俺空見上げてるだけで幸せやなとか、そういう些細な幸せに気づけるポーランドは。でも東京とかってさ、空見上げて星眺める機会とかも全然ないやん。ゆっくりできないね。なんかこう心がずっとちょっと焦っちゃうよね。そうわかる。そういうのあるかな。私はポーランド人だからさ、家族が本当に一番だし、そういうゆっくり
したね人生も送っていきたいけど、うんだから日本でもそういうことを大事にしてる人もね増えたらいいなと思って、私も日本でも全然こういうの大事にしていきたいと思うし、結局人だしね、そうやね。別に場所じゃなくて。そうってことで、ぜひちょっとした旅行だけでも結構一人で行くとね、いろんな気づきがあるから、ぜひぜひいつかしてみてください。はい。はい。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。元気また次の動画見てください。バイバイ。